ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイフリスコ、こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、つるさん髪を切りました。そしてね、髪を染めて、でパーマもかけちゃいましたね。もう一気にね、イメチェンを図ってですね、バッサリいったわけですけれども、心機一転、これからもね、つるさんのボーカルルーム頑張っていきたいと思います。そしてナンバーアイゴッドアイカップリング歌声分析シリーズ第4弾ということでね、今回が最終回ではありますけれども、フリスコ、こちらの歌声分析をやっていきます。そしてすでに公開したロミジュリ、サイコ、アイドッグ、こちらの歌声分析動画、まだ見ていないっていう方はですね、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひ今回のフリスコを見た後にチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今までつるさんのボーカルルームで公開したナンバーアイの歌声分析動画をまとめた再生リストというものがございます。こちらもですね、概要欄にリンク貼っておきますので、合わせてチェックよろしくお願いします。そして今回はですね、ナンバーアイフリスコ、こちら歌声分析したわけですけれども、いやー、ナンバーアイの音楽の知識がものすごすぎますね。歌声の表現はもちろんそうなんですけれども、歌の知識だけではここまでの表現だったりアイデアは絶対に出てこないだろうっていうようなポイントがいくつも見つかって、僕はものすごくテンション上がりましたし、ものすごく感動してしまいました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ナンバーアイフリスコ歌声分析 GO！ うわ、出だしからかなりね、アタック感の強い声をキスさん使ってますよね。これはですね、どういう風に歌っているかというと、全体的に音を切りながら強い子音の発音、この2つを使って歌っています。声の強弱っていうのは音量の大きい小さい、これはもちろんあるんですけど、子音の発音が強い弱い、これでもだいぶ声の強さって変わってくるんですよね。で、全体的に音を切ることによって切った後の音が強い音、アクセントに変わるんですよ。この音を切ることをスタッカートって言うんですけど、スタッカートを使うことによって音量的な音の強弱、これができてきます。で、音量の音の強弱ができてくると、ラップだったり歌にバウンド感、弾んだようなニュアンスも生まれてきて、すごくリズミカルに聞こえてくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。ものすごく弾んだニュアンスも出ているし、僕はね、子音の強さがね、ものすごいなっていうふうに思います、このポイントは。めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。で、さっき言いそびれたんですけど、声にビリビリした雰囲気を乗せるシャウトボイスっていうテクニックも使ってますね。ここに仮声帯っていうものがあるんですけど、ここを動かしながら歌を歌うと、シャウトボイス、声にですね、ビリビリしたかっこいい雰囲気が乗るんですよね。だからキスさん、さっき聞いたところも今回聞いたところもそうなんですけど、歌で強いっていう風に表現できるテクニックを全部使ってんじゃないかなっていう風に思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、声の出し方はですね、もうキスさんの得意技だと思うんですけど、鼻、鼻腔共鳴ですよね。こちらを中心にして
歌声作りをしています。鼻っていうのは声の音色のコントロールだったり、あと声質とは関係ないんですけど、高い声を出す時にですね、鼻の空間を響かせるっていうか、僕個人的なイメージだと鼻に声を入れるイメージ。これをしっかりと使うことによって高い声が出しやすくなるんですよね。だから鼻のコントロール力が高ければ高いほどいろんな声が使えたり、いろんな音域を歌うことが可能になってきます。岸さんね、それが素晴らしいんですよ。次いきますよ。で、今の平野さんはですね、岸さんとは対照的に全体的にですね、音を切るのではなくて伸ばすようなニュアンスで歌ってますよね。滑らかに音をつなげているような。これをですね、レガートって言います。岸さんががっつりとビート感を表現しているのに対して、平野さんはこうゆったりと聴ける雰囲気を表現しているんですけど、声自体が強いので、ゆったりと聴ける中にもあるかっこよさ、ここが光ってますよね。もう一回聴いてみましょう。で、音は切っていないんですけど、平野さんもここではシャウトボイスを使っていますし、子音を強めに発音してるんですよね。だから先ほど言ったゆったり聴ける雰囲気の中にもあるかっこよさ、このかっこいいっていう部分が子音の強さだったりシャウトボイス、これらが関係しています。超かっこいいですよね。そしてやっぱり平野さんのね、低音ボイスめちゃくちゃいいですよね。これもかっこいい声の要因の一つかな。次いきますよ。で、今聞いたところは少しだけ音を切るようなニュアンスを表現して弾んだようなニュアンスをプラスしていますよね。めちゃくちゃ強めに切るっていう感じじゃなくて、さりげなく弾んだ雰囲気を表現するぐらいさらっと音を切ってるような、そんな感じがします。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。前半はゆったり、後半はリズミカルにっていう風に表現方法を変えて歌っていますね。素晴らしい。次いきますよ。わ、いいね。いいね。この語尾で、あーっていう風に上がるところいいですね。トリッキーな感じがしてね。そして使ってる音がですね、すごくおしゃれな感じの音を使ってますよね。ラップなので音程っていう雰囲気はちょっとね、つかみづらいとは思うんですけど、やっぱり声を音として表現してる以上は何かしらの音階に該当するんですけど、この神宮寺さんが使ってる音がですね、非常におしゃれな音を使ってますよね。なんかこう不思議な感じがするというか、スリリングな雰囲気がしているというか、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。で、このハモリも入ってるので、ハモリの音と神宮寺さんのメインの歌声がこう重なることによって生まれてるこのおしゃれな雰囲気なのかな。で、声の出し方はですね、神宮寺さん、ここではね、鼻中心なんですよね。鼻でですね、ちょっとユニークな感じな雰囲気を表現してるのかな、このポイントは。聞いていてなんかほっこりしますよね。次いきますよ。わ、今すごいポイントだったんですけど、ラップの音域がですね、後半に行くにつれて徐々にこう下がっていくっていう感じの音階でラップを歌っていたんですよ、神宮寺さん。で、音がこう低くなるとともに声の響きがですね、最初鼻から始まって、次口に移動して、最終的には胸になるっていう3種類の声を使ってるポイントだったんです、今。すごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 って言われても分かんないですよね。ごめんなさい。最初は鼻から始まって12342のカウントのあたりで口に移動して、で最終的には胸に落ち着くっていう感じ。これどういう風に判断したかっていうと、声が低い音域に移動すればするほどどんどん太くなっていくんですよね。
最初の声質に比べて。出だしはちょっとふわっとこうね、いい意味で軽い感じの質感がして、で、響きが口に移動した時に話し声みたいな雰囲気になって、最後の胸に響きが移動した時は、たくましい感じの雰囲気が出てるというか。いやー、すごいポイントでしたね。次いきますよ。うい。今回もみんなすごい声使ってますね。で、今平野さんの声の何がすごかったかっていうと、前半から後半に向かうにつれて今度は音域がぐっと上がるんですよね。で、低い声から高い声になる時って特にそうなんですけど、声が少しは細くなるんですよ。声の性質上ね。でも音が上がっても声の太さが低いところと全く一緒の声を平野さん使ってるんですよ。これすごいですね。歌い始めと後半の声質、ここに注目してもう一回流すんで聞いてみてください。ほらほらほら、全然声の太さが変わってないですよね。いやー、これはすごいですね。声質は全く一緒で、音が高くなった分、声のパワー感はね、後半のフレーズはものすごく詰まった歌声になってますけど、いやー、すごい表現力ですね、みんな。次いきますよ。あ、いいね。最後のね、ささやきみたいな感じですけどね。ここすごくセクシーですね。で、ごめんなさい。平野さんの声について説明していなかったですね。申し訳ないです。平野さんはですね、胸を中心にした声、胸が胸腔共鳴って言って、肺の中の空間を響かせた声なんですけど、ここをメインで響かせることによって、すごく男らしいかっこいい声が表現できます。そこに対してシャウトボイスですよね。シャウトボイスを使うときにですね、その声を鼻に多めに入れるイメージで歌ってるんですよ。この声の出し方を使うことによって太い声のままビリビリした雰囲気を作り出すことができます。やっぱりシャウトって多少なりとも喉をこうキュッと締める動きが生まれてくるので、声って細くなりやすいんですけど、平野さんみたいな声の出し方をすると声が細くならずに激しい声をね表現することができるんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。こう囁く前にね、一瞬こう間が空くじゃないですか。その間すらかっこいいですよね。次いきますよ。あ、いいね。ここは今度先ほどよりも短い間隔でパートチェンジなんですね。神宮寺さんから岸さんですよね。今聞いたところは神宮寺さんも岸さんもかなり強く音を切って歌ってますよね。ここはラップの雰囲気を2人で合わせた感じかな。で、追っかけで平野さんがフリスコって言ってんのかな。もう一回聞いてみましょう。いいね。なんかこうね、歌声に一体感を感じますよね。やっぱり表現する雰囲気をメンバーで揃えることによって、そのチームワークみたいなのを感じれますよね。個性も素晴らしい。チームワークも素晴らしい。それがナンバーアイですね。次いきますよ。最後は峰不二子って言ってんのかな。ルパン三世のね、キャラクターですよね。まさかの峰不二子登場っていうね。しかもね、平野さんの声がかっこいいのに、そういうね、アニメのキャラクターが出てくるこのギャップ、たまらないですね。面白さもあり、かっこよさもあり。もう一回聞いてみましょう。で、平野さんもここはね、全体的にかなり強めの音を切るスタッカート使ってますよね。いや、いいね。やっぱね、音を切ることによって生まれるこの躍動感。音楽の専門用語ではグルーブって言うんですけど、このグルーブ感がたまらないですよね。ここまでグルーブを意識して歌ってるボーイズグループってなかなかいないと思います、僕は。
やっぱりグルーヴを意識するっていうことは歌の知識だけじゃなくて音楽全体的な深い知識がないとこういう発想に至らないと思うんですよね。僕も昔アマチュア時代にバンドをやっていたことがあって、そこでそのねグルーヴ感っていうのを知ったんですけど、その経験がなかったら多分未だにこういったノリとか迫力のつけ方とか分かんなかったと思います。だから歌を頑張りたいって思っても他の楽器の知識だったり音楽理論の知識っていうのは絶対に必要になってくるんですよね。それが総合力となって素晴らしい歌声につながっていくというかね。ナンバーアイの3人はその音楽全体的な知識も素晴らしいんだと思います。じゃないとねこんなかっこよく歌えないですよ。次いきますよ。いいねいいね。なんか今回神宮寺さんはこういったユニークな感じな声質表現なんですね。なんかこう自然と笑顔になっちゃうし雰囲気がすごい可愛いですよね。でこの声なんですけど、多分アイリーズの皆さん、僕の歌声分析動画をよく見てくださってる方はきっと鼻でしょって思った方多いと思うんですけど、ここはですねあえて鼻を使わずに口なんですよね。いやいやでも声質がすごい特徴的じゃないですかって思うと思うんですよ。これはですねわざと喉をちょっと締めて歌ってるんですよね。あえて軽く喉声にして歌ってるっていうか、喉声じゃないと表現できない声っていうのもあるんで、それをねここ神宮寺さんうまく使って歌ってるんですよ。たまらない声ですよね。もう一回聞いてみましょう。いい素晴らしいね。で喉にキュッと力を入れて歌う声の特徴としてはちょっとキンキンしたようなニュアンスが歌声に混ざってくるんですよね。でも神宮寺さんはそこまで露骨に喉を締めていないので、そのキンキンした雰囲気っていうのが今の声からは感じにくいんですけど、これをさらに喉に力を入れて歌うとすごく耳に痛いようなキンキンした雰囲気が出てくるんですよ。ここまでの喉声っていうのは僕はおすすめしないんですけど、ちょっとだけ喉にね力をキュッと入れてこういうユニークな声質表現、これはね素晴らしい声だと思います。喉の力の入れ加減で全然声って変わってきますからね。次いきますよ。ははいいね。歌うと思ったら神宮寺さんは前半のねあのワンフレーズで終わりだったんですね。でこの神宮寺さんの声なんですけど、あえて音の強弱も一切つけず、そして喜怒哀楽の感情も入れずに歌ってるんだと思います。簡単に言うと淡々と歌うような感じで、それが逆にすごく引きつけられますよね。声がすごく特徴的なので、その素晴らしい個性がすごく際立って聞こえるというか、もう一回聞いてみましょう。いや素晴らしいですね。曲の伴奏がすごくダークな感じっていうか、かっこいいみたいな感じじゃないですか。そこにこういった明るいユニークな声質、雰囲気としてはすごく離れたところにあるような楽曲の雰囲気と声の雰囲気なんですけど、これが混ざることによってすごく新しい斬新な雰囲気出てますよね。いや今回のフリスコ、僕この神宮寺さんのポイントめちゃくちゃ大好きですね。次いきますよ。ここのポイントちょっとリズムパターン変わりましたよね。平野さんの歌い方の。今まではこうタン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 っていうリズムで来ていたのがタッタ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 みたいなこう弾んだようなリズムを使ってるポイントかなっていうふうに思います。だから今までの曲の雰囲気よりもこうウキウキしたようなニュアンスを感じれるポイントというかね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら弾んだ感じ出てますよね。いやーやっぱりねリズム知識も半端ないですよね。素晴らしすぎます。次いきますよ。で今のところは最初のタン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 に戻ってるんですよね。跳ねた
リズム感を使わずに歌ってる。いや、細かく分析するとすごいいろんな表現してますよ。声だけの表現でもものすごいことをやってるのに、こうリズム的な表現でも前半と後半で差をつけるみたいなね、素晴らしすぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 すごくないですか？なかなかね、リズムでニュアンスを変えるって表現方法を使ってるアーティストって僕はね、いないと思うんですけど、こういう表現はやっぱり海外の音楽好きの方々にすごく刺さると思います。結構ね、声の強弱だったり、こういう隠し味みたいな表現ってものすごく海外の方喜ぶんですよね。やっぱり世界のことを考えて作った楽曲作りなんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。えい、こうトゥイントゥイントゥインって音面白いですね。これ音なのかな、なんか声な気もするんですけど、多分声を音質加工した感じですよね。なんかプリンプリンプリンって聞こえるんですけど、気のせいかな、プリンって言ってんのかな。ぜひアイリーズの皆さんまたコメントで教えてください。で、キースさんがメインで歌ってるポイントか、もう一回聞いてみましょう。キースさんも前半はこう声に息の音を混ぜたウィスパーボイス、これとシャウトボイスを同時に使って歌っていて、で後半のワンフレーズはシャウトボイスメインみたいな感じで、使ってるテクニックを岸さんも前半と後半で使い分けてますよね。でこのプリンプリンプリンも岸さんが歌ってんのかな、なんかね、そんな気がします僕。次いきますよ。いいね。ここはいつもの鼻中心の個性的な声に胸の響きを混ぜてますよね。いつもの僕がね、この声大好きなんですよ、岸さんの声の中でって言ってる声とまた違った声を表現してるんですけど、すごく個性が強い素晴らしい声っていうのは変わらないんですけど、そこに胸の響きを足すことによって声質が太くなって男らしさが上乗せされたみたいなね、すごいかっこいい声。もう一回聞いてみましょう。で口をちょっとこう「う」っていう風に突き出す感じで歌ってんのかな。口の形でもだいぶ声って変わってきますので、多分そういった口の形だったり顔の表情だったりでいろんな声を岸さん使い分けて歌ってんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今のポイントはなんかそういう「う」みたいな感じで歌ってるようなニュアンスを僕は感じました。いや、ほんといろんな声表現してますよね。次いきますよ。かっこいいね。最初のね、ブレイクの中で歌ってる神宮寺さんの声めちゃくちゃかっこよくなかったですか？で、ここで前回のアイドックの時にも言った音質処理の話なんですけど、リバーブって言われる残響成分とディレイって言われる山彦成分がゼロの状態で神宮寺さんの声が収録されて今我々が聞いてるんですけど、ぜひね、ここのポイントイヤホンとかで聞いていただきたいんですけど、すごくね、神宮寺さんの声が近くに感じると思うんですよね。で、これが先ほど言った残響成分のリバーブと山彦成分のディレイが入ってるとちょっと離れて聞こえるんですよ。だからこういう音質処理での声の距離感の表現、こういうこともナンバーアイってものすごくたくさんやってるんですよね。だからこっから話すことは僕の推測なんですけど、ナンバーアイの楽曲はかっこいいを追求するっていうのはもちろんそうなんですけど、どれだけ日常的な自然を表現できるかっていうところにもチャレンジしてんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。音の距離感っていうのもまさに我々が今こうやって生活してる日常そのものじゃないですか。人と話す時の距離感もそうですし、人の話を聞く時の距離感とかもそうですし、だからね、僕はそういうところにもチャレンジしてんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そう考えるともうね、ゾクゾクしてきますよね。素晴らしすぎて。
でそして後半の神宮寺さんのポイントなんですけど、ここではギャングコーラスっていう手法が使われてます。なんかメインの神宮寺さんがいて、その周りを大勢の人たちが歌ってるみたいな雰囲気、これギャングコーラスって言うんですけど、すごくね声の勢いが増しているポイントで超かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、かっこよすぎますね。これも全部神宮寺さんのアイデアなんですかね。できるだけ日常感に近いような雰囲気でアイリーズの皆さんに聞いてほしいみたいなね。なんかそんな気がするな僕。いやなんかねニヤニヤしちゃいますね。次いきますよ。うわ綺麗なとこ。なるほどね。ここで平野さんにパートチェンジするわけだ。今ハモリめちゃくちゃ綺麗でしたね。なんかラップというよりも歌のメロディーの質感を感じれるようなポイントかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほら、なんかすごくこう綺麗な雰囲気だったりメロディアスな雰囲気を感じれるポイントなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これも神宮寺さんのメインで歌っている音とハモリとのこの音関係で作り出されるハーモニーがこのメロディアスな雰囲気を表現してるんですけど、ラップの中でこういう雰囲気をワンポイントポンって入れるって素晴らしいですね。いや本当にいろんな楽しみ要素がやってきて嬉しいですね。次いきますよ。うわうわうわ、後半の上がったところのシャウト感が平野さんのパートの中で一番強くてかっこいいポイントなんじゃないかなって思うんですよね。こうね本当にシャウト叫んでいるような力強さを感じる歌声でした。もう一回聞いてみましょう。ここは静かに。ほらほら、最初はシャウトなんだけどこう抑えめに歌って後半に行くにつれてこう徐々に力強くなっていくみたいな、すごいかっこいいポイントですよね。いやー平野さんのシャウトはもう天下一品ですね。次いきますよ。いいね。ちょっていうここがめちゃくちゃかっこよかった。でこのリズムが出てくるとなんかこうためが効いた感じがして、次に何が来るのかっていう期待感がこうね一気にこう湧いてくるっていうかね、次楽しみですね。いきますよ。なるほどね。ここは先ほどもあったスタッカートを強く入れるっていう歌い方を統一してるポイントだ。やっぱり強めにスタッカートを入れることによって歌でのこう躍動感だったりパワー感っていうのがすごく感じれるので、めちゃくちゃねかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。後半のね岸さんのこの発音の仕方もめちゃくちゃかっこいいしね。次いきますよ。峰不二子出てきましたね。でここさっきもそうだったのかな、平野さん結構ウィスパーボイス使ってますよね。シャウトも使ってると思うんですけど、すごくこうね強い声なんだけどウィスパーボイスの息の音を多めに混ぜることによってささやいてるような雰囲気も感じれる、すごくいい意味で特殊な歌声というか。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、後半はね普通にこう声の実音が強い感じになってましたけど、強い声なんだけどささやいてる感じみたいな、なんかね若干こう物悲しさを感じるシャウトボイスっていうかね、いや本当になかなか聞けない声かなっていうふうに思います。素晴らしいです。次いきますよ。いいね。いいね。なんかかっこいいポイントとユニークなポイントでこうねくっきりと分かれてますよね。今回は上のこのハモリ部分のところがすごくユニークな声質でですね、ここでもねほっこりしちゃいますよね。もう一回聞いてみましょう。
楽しいですね。こう音源でね、ニコニコしちゃうぐらい楽しい雰囲気にさせてくれるナンバーアイ。ほんとすごいですね。いや、嫌なことがあったら、これからフリスコ聞くんだろうな、僕。なんかそんな予感すら感じてます。次行きますよ。この上で歌ってるパートはキスさんなのかな。なんかこういう個性大爆発的な声ってキスさんが担当っていうイメージが僕の中にはあって、でメインは神宮寺さんが歌ってるのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとねもう一回聞いてみましょう。ここはバックでずっと平野さんがフリスコフリスコって言ってるのかな。このフリスコフリスコっていうフレーズだけ単体で聞くとめちゃくちゃかっこいい雰囲気が出るような音だと思うんですけど、バックではずっとねかっこいい雰囲気がこう作られている中でのこのねユニークなフレーズ、このかっこいいとユニークっていうね、この2つで作られたポイントですね。次いきますよ。あ、こういう感じで終わるのかな。あ、それっぽいですね。このままフェードアウトな感じかな。続き聞いていきましょう。違った。なるほどね。終わったかと見せかけてまた続くんだ。そうですよね。時間はまだ10秒ぐらいあるんで、最後まで聞いていきましょう。なるほどね。こうテンポがリットって言って徐々にこう遅くなっていくっていう感じで終わるのか。でもこのリットの仕方も従来の方法とはまたちょっと違うんですよね。急にこうテンポが一気にガクンって下がったような、そういう感じのリットなんですけど、やっぱナンバーアイならではの表現なんじゃないかなっていうふうに思います。いやー、今回もめちゃくちゃかっこよかったですね。以上、ナンバーアイフリスコ歌声分析はここで終了です。いや、今回も個性大爆発でしたね。かっこいいポイントもあり、ユニークなポイントもあり、そして歌のメロディー的な雰囲気を感じれるポイントありということで、ものすごい内容が詰まった楽曲、それがフリスコなんじゃないでしょうか。今回もね、最初から最後までね、ずっとかっこよかったですね。今回のフリスコでナンバーアイゴッドアイカップリング歌声分析シリーズは終了となってしまいますが、来月にはナンバーアイの新しい楽曲未確認領域がリリースされるので、ミュージックビデオの方もね公開されると思うんですけど、そちらが公開されたらできるだけね早く歌声分析動画を公開しようと思っておりますので、チェックしていただけたらなというふうに思います。そして未確認領域がリリースされるまで1ヶ月ぐらいあるので、まだナンバーアイの楽曲の中で歌声分析できていなかった楽曲もですね、歌声分析動画公開しようと思っております。もうリクエストいただいている楽曲とかもあるんですけど、ぜひね今回の動画を見て、この曲の歌声分析動画やってないですよとか、やってないから動画公開してほしいみたいなリクエストがございましたら、コメントで教えていただけたらなというふうに思います。これからもナンバーアイ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。